皆さん、こんにちは。クオンです。今回は、忍者ら超初心者講座ということで、操作方法の解説をしていこうと思います。初心者の方は最後まで見てもらって、操作方法を覚えてもらえばと思います。このチャンネルでは、忍者らの動画などを定期的に動画投稿してますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まずはじめに通常攻撃の解説からやっていきます。通常攻撃は ZR ボタンで出せるんですけど、通常攻撃は3種類に分かれます。まず1つ目がノーマルアタック、普通に ZR ボタンを押すだけですね。で、通常攻撃は4回まで連続で攻撃が出せるようになってます。で、4回目の攻撃を当てるとバインドが解除されてしまうんですけど、それはまた後で説明させていただきます。2つ目がバックアタックですね。これはスティックの左右どっちでもいいんですけど、左右に倒しながら ZR ボタンを押します。バックアタックは相手の後ろに回り込むような攻撃になります。3つ目がワイドアタック。スティックを下に倒しながら ZR ボタンを押します。周りを巻き込むような攻撃になります。状況によって3つの攻撃を切り替えながら戦えればいいと思います。次にロックオンについてです。敵がいたら右スティック押し込みでロックオンできます。で、ロックオンすると敵を自動で追尾してくれたりします。で、ドローンにもロックオンできます。で、左スティック押し込みでロックオンの対象を切り替えることができます。次はガムガードになります。ZL ボタン押しっぱなしになります。で、ガムガード中は相手からの攻撃を防ぐことができますが、忍術などは防ぐことはできないので注意してください。で、これは後ろからでも防げます。次にブレイクアタックになります。ブレイクアタックは R ボタンになります。で、相手がガムガードをしていると通常攻撃が防がれてしまうので、その時にブレイクアタックをするとブレイクしてガムバインド状態にできます。ガムバインド状態にしてから倒すと KO じゃなくて1本になります。で、さっき通常攻撃の4段目がバインドが解除されるって言ったんですけど、3回攻撃した後に1回ジャンプを挟むと、4段目の攻撃に行かずに1段目の攻撃に戻るので、そんな感じにやってもらえばと思います。こんな感じです。普通に4回攻撃すると4回目でバインドが解けてしまうんですよね。123ジャンプ123、こんな感じですかね。次が大武器クラフトになります。まずはドローンを壊して、左下の S エナジーゲージを8個以上にします。8個溜まったら真ん中に大武器クラフトって表示が出ると思うんですけど、自分はちょっとボタンの配置変えてるんで ZL プラス L 押し込みってなってるんですけど、普通の人は多分 ZL プラス A だったと思います。
で、だいぶ気になると、攻撃力が多分ですけど、10% アップだったと思うんですけど、で、あとリーチが少し長くなるので、相手に攻撃が当てやすくなって、総裁でも勝ちやすくなります。次にガムダッシュになります。ZL で押しっぱなしで B ボタンでジャンプした後にさらに B ボタンになります。ガムを膨らまして B を押した後に B で、ガムダッシュは ZL 押しっぱなしになります。で ZL 離すとガムダッシュが途中で終了になります。で、左下の S エナジーゲージを消費するので、ゲージがない場合はガムダッシュできないので注意してください。次がガムシュートになります。ZL を押しながら ZR になります。で、1回ガムシュートを打つと、右下のゲージが見ればわかると思うんですけど、クールタイムがあるので、一定時間打てなくなります。で、また時間が経つと打てるようになります。で、次が回避について、回避したい方向プラス L ボタンになります。で、これも S エナジーゲージを消費しますので、当たっちゃった。次がガム変化について A ボタンになります。で、葉っぱのゲージが真ん中にあるんですけど、これどんどんなくなっていって、なくなると自動で解除されて一定時間変化できなくなります。で、変化状態だと体力の回復スピードが速くなるので、体力減ってる時に変化するのがおすすめです。次はスペシャル技になります。Y ボタンになります。で、これは武器固有の技で、武器によって全然違うものになります。で、右下のゲージを見るとわかるんですけど、一回使うと一定時間使えなくなります。次にガム忍術について、ガム忍術は X ボタンで出せるようになります。で、右下のゲージが溜まると使えるようになります。で、刀は忍者トルネードで、周りを巻き込んで当てることができます。次にエモートについて、オンラインゲームなので他のプレイヤーとコミュニケーション取るのも大事かなって思うんですけど、十字キーの上でメニュー画面が出るので、そこから右スティックで選択します。で、これはクローゼットのコミュニケーションというところから設定できるので、設定してない方は設定してみてください。これは敵を倒してからエモートすると煽りみたいになるので、敵を倒した後は絶対にやらない方がいいと思います。それではこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた。